だかゴージャスでパワフルな曲を紹介するみたいなのだ。その名も大船団のドラァグクイーン。でもなんでまたこんなマニアックなテーマの曲を作ったのだ？ごきげんよう、皆さん、そしてズンダモン。この曲の作者であるアントさんは、もともと中国史が好きなのよ。でも、三国志みたいなメジャーな時代だけじゃなくて、もっとマイナーな時代や人物に惹かれる性癖、いえ、探求心があるみたいね。なるほど。だから教科書に詳しく載ってないような人をテーマにしたのだね。そうよ。この曲は、15世紀の中国、明の時代に、世界最大級の船団を率いた英雄、テーワをテーマにしているの。そして、彼の生き様を現代のドラァグクイーンという文化に重ねて描いた意欲作よ。今日は歌詞に隠された歴史のロマンと科学技術の面白さを解説してあげるわ。まずは冒頭の歌詞なのだ。なんだかすごく派手なのだ。異国の珍獣連れてきて凱旋、伝説の麒麟で脅かす宮廷。手には海図それに羅針盤、野暮な漢服は脱ぎ捨てて。身にまとうのは豪奢なドレス、目指す自由の大海原へ。伝説のキリンってあの首の長いキリンさんのことなのだ。その通りよ。当時、テーワがアフリカから持ち帰ったキリンは、中国の伝説上の聖獣、キリンだと考えられて、宮廷の人々を驚愕させたの。でも、ここで注目してほしいのは、漢服を脱ぎ捨ててドレスをまとう、という部分ね。テーワさんは男の人だよね。どうしてドレスなのだ？ここで、ドラァグクイーンについて説明するわね。これは派手な衣装とメイクで、性別の境界を超越する、パフォーマンス文化なんだけど、その根底には、性的マイノリティへの偏見に対する反骨精神があるの。偏見に負けないためにあえてド派手に振る舞うってことなのだ。そう。逆境を美しさとプライドで跳ね返す強さね。実はテーワも、カンガンという男性の機能を手術によって強制的に奪われた役人よ。皇帝の側近として権力はあったけれど、儒教を重んじる保守的なエリート層からは、親不孝者や異端として激しく蔑まれていたわ。なるほど。普通を押し付ける人たちと戦っていた点が似ているのだね。そう。歌詞に出てくるハウスはドラァグクイーンたちの所属するグループや家族のこと、ガウンは豪華な衣装のこと。テーワにとって巨大な船団こそが自分を飾るガウンであり、居場所のない者たちを受け入れるハウスだったと表現しているのね。それからもう一つ、この文化で面白いのがパトロンとの関係よ。ドラァグクイーンにはお金持ちや権力者であるパトロンをあえて皮肉ったりからかったりする知的な話術があるの。偉い人をからかっちゃって大丈夫なのだ。ふふ、そこが粋なのよ。実はこの歌に出てくる皇帝は、老いから無理やり帝位を奪い取った簒奪者だったの。だから歌詞でも、王座の正当性気にしちゃって、なんて言葉で、皇帝のコンプレックスをチクリと指しているのよ。皇帝の弱みを知った上で協力してあげるなんてテーワさん強きすぎるのだ。その皇帝すら私の引き立て役と言わんばかりの態度こそがドラァグクイーンの真骨頂なのよ。テーワさんのメンタル最強説なのだ。でもそんな彼が率いた船団って科学的にはどれくらいすごかったのだ？ここで一つ目のユリーカポイントよ。明の時代には中国の科学技術は世界の最先端だった。テーワの船団は宝船と呼ばれる巨大な木造船60隻以上を含む大船団だったんだけど、その船の大きさはなんと全長150メートル以上あったと記録されているわ。これコロンブスのサンタマリア号の数倍の大きさなのよ。でかすぎるのだ。そんな巨大な船が60隻以上も並んでたなんて度肝抜かれるのも仕方ないのだ。それに歌詞にある羅針盤、磁石を使って方角を知るこの技術も中国が世界に先駆けて実用化したものよ。この超巨大ハイテク船団は東南アジアからインド、アフリカまで大航海を行ったの。ヨーロッパが大航海時代を迎えるずっと前に中国はそんな技術を持っていたのだね。天使、つまり皇帝の意向を世界に示すための
デモンストレーションだったのね。まさに世界中を驚かせるド派手なお披露目ショーだったわけよ。仏にあらゆる神に祈るしかないこの海の上。ちなみに歌詞に仏にあったとある通り、テーワはイスラム教徒の家系の生まれなの。でも彼はそれだけじゃなく、仏教のお経を印刷させたり、道教の航海の女神マスを熱く信仰して感謝の石碑まで残しているのよ。イスラム教に仏教に道教を、まさにあらゆる神に祈っていたのだね。ええ、自分のルーツに固執せず、現地の信仰も柔軟に尊重する、そんな多様な心を持っていたからこそ未知の世界へ飛び出し、多くの国と交流できたのかもしれないわね。なるほどなのだ。でもそんなにすごかったのに、どうして中国は世界を支配しなかったのだ。カンガンを下げすむしたいふ暗記はバッチリ君子の教え。他の連中が記録燃やしてる嫉妬かしらみっともないわね。歌詞にあるシュタイフというのは儒教を学んだエリート官僚たちのことよ。彼らはテーワの活躍を快く思っていなかったの。へえ、すごいことをしたのに、ただの意地悪で反対したってことなのだ。単なる意地悪とも言い切れないのよ。ずんだもん、三国志とかでカンガンってどういうイメージがある？三国志なら十条寺とか皇帝をたぶらかす悪いやつらのイメージなのだ。そう、それよ。史実でもカンガンが権力を握って私腹を肥やす例は多かったの。だから真面目に勉強して試験に通ったエリートであるシュタイフたちからすれば、カンガンであるテーワが大事業を任されること自体、またカンガンが何か企んでるんじゃないか、無駄遣いだって警戒するのはある意味当然の反応でもあったの。なるほど。テーワさんがいくら真面目に頑張っても、どうせカンガンだしっていう色眼鏡で見られちゃったのだね。その通り、立派な業績を上げても偏見のせいで正当に評価されない。この社会的な偏見や色眼鏡と戦わなきゃいけない状況って、さっき話したドラァグクイーンたちが置かれている状況とすごく似ているでしょう。確かにどっちも普通じゃないって誤解されやすいけど、自分の道を貫いてるのだ。だからこそこの歌はあえてテーワをドラァグクイーンとして描いているの。偏見なんて関係ないわ、私の偉業を見なさいっていうドラァグ流のパワフルなやり方で彼を称えているのね。深いのだ。ただ派手なだけじゃなくて、ちゃんと意味があったのだね。そしてここで2つ目のユリーカポイント。ヨーロッパの科学技術を生んだ多様性。中国は巨大な統一国家だったから、シュタイフたちの保守的な考え方が勝って技術の発展を止めることができてしまった。一方で当時のヨーロッパはたくさんの国が分裂して争っていたわ。国がバラバラだと喧嘩ばかりで大変そうなのだ。でもそれが逆に良かったのよ。そう。巨大な統一の宝珠は、繁栄という名のまどろみの中でその光を失うのよ。けれど、互いに衝突し、削り合う切磋琢磨の果てにこそ、最も固き宝石は生まれる。これぞ、ダイヤモンドの導きよ。またメタンの中二病妄想が爆発してるのだ。要するに競争した方が強くなるって言いたいだけなのだ。まあそういうことよ。多様な国、多様な考え方がぶつかり合うことで競争が生まれて科学技術は爆発的に進化した。中華なんて言われるのも今だけ。センターを動かす多様性。この歌詞のセンターは当時世界の中心だった中華のことを指しているの。中国が内向きの統一にこだわっている間に世界の中心から転がり落ちてしまった。逆に混沌としていた多様な世界の方が未来を切り開いたという歴史の皮肉が込められているのよ。今日のまとめなのだ。テーワさんはすごい船で世界を驚かせたけど、昔からの悪いイメージや頭の固い人たちに邪魔されちゃった。でもこの歌はそんな彼をドラァグクイーンみたいにかっこよく描いて応援してる歌だったのだ。そして単一の価値観で固まるのではなく、
いろんな子が輝ける場所こそが新しい時代を作るってことね。男でも女でもない何者にもなれる自由な心、それこそが科学の原動力かもしれないわね。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価をお願いするのだ。コメント欄でみんなの好きな歴史上の人物も教えてほしいのだ。もしあなたが丘の上で退屈しているなら、このチャンネルという名のハウスにいらっしゃい。登録ボタンを押したその瞬間から、あなたは私たちの愛すべきシスターよ。歓迎するわ。そういえば次はどんな曲を紹介する予定なのだ？次はもっと歴史を遡るわよ。テーマは考古学よ。おお、今度はインディ・ジョーンズみたいな冒険かな？ふふふ、もっと地道で、だけど確実なロマンがあるお話を楽しみにしていてね。それじゃあまた次の動画で会おうなのだ。